私たちの時刻表によれば2章ではヨナが魚の腹から出ることになっています。彼の目的地はまだニネベです。彼は乾いた地に到着します。でも最初に私たちは魚の腹の中でのヨナの経験を検討したいと思います。ヨナ書2章1節、ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈って、彼は即神様の御前に祈りました。事実私は彼が魚の腹の中に入りながら祈り、腹の中に入った時にはアーメンというタイミングだったのではないかと思います。言わせていただきますが、彼は危機が来た時、即その祈りをしました。危機が来ればあなたも私もそのように祈るのです。緊急の時に祈るために待つなどということはしません。ですからヨナはこの祈りを魚の口から食道を通っている間に祈ったのです。彼が魚の腹の中にポチャンと落ちる時までには、ヨナはすでに祈りを終わってアーメンと言っていました。私はヨナがこの記録よりずっと多くのことを祈り、私たちにはその短縮版が与えられているのだと思うのです。ヨナ書2章2節、言った。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞いてくださいました。まず神様がヨナの祈りを聞かれたことに注目してください。この書はよみがえりを説明している書ですから、私は神様が彼を死からよみがえらされたという意見なのです。人間が魚に飲み込まれて生きていることが可能であることが書かれています。多くの実例がありますが、いくつかをあなたに示しましょう。クジラの頭にはしばしば2メートル15センチ近くの高さと幅で4メートル30センチ近くの長さのある副鼻腔が拡大した素晴らしい空気の貯蔵室があるからです。消息を絶ってから2日後、船員たちはクジラを捕まえました。彼らがそのクジラを解体した時、驚いたことには彼らの行方不明の仲間が生きてクジラの中にいるのを見つけたのです。彼は蘇生し、その冒険以来ずっととても健康に過ごしています。この記事は人間が魚の中で生きることもできるという事実を実証していますが、同時にヨナの経験の一風変わった特徴を取り去ることになってしまいます。それはつまり、もしこの人たちが生きていて、またヨナも生きていったなら、ヨナ書に書かれていることはそれほど大した奇跡ではないことの記録であるということです。私は他にもそのような経験の記録があることさえ聞いています。ただ単に珍しい出来事の記録であるというだけのことです。私は個人的に神様が彼を死人の中から蘇らされという事実の方がもっと偉大な奇跡であると信じています。ヨナ書2章3節、あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。このことを軽々しく扱うことはできません。もしヨナが魚の中で生きていたのなら、ヨナも魚のように生きたはずです。なぜなら彼は水に沈んだのだからです。彼は潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきましたと言いました。言い換えればヨナは私は濡れてしまったと言っているのです。ヨナが3日3晩生きていたというのは全く間違っていると思います。私は個人的には悪魔が私たちにこのことについて議論をさせて、よみがえりという偉大な真理を見逃すようにさせていると感じます。ヨナ書2章4節、私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。と。私はあなたの目の前から追われましたとはヨナは死のことを話しています。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと書かれています。ヨナは自分が死から蘇らされることを信じました。ヨナは旧約聖書の教えを持って育てられました。そして私はヨナが礼拝のために誠実にエルサレムに行って下っていった北王国の多くの人たちの一人であったと思います。イスラエル人たちは生ける誠の神様を礼拝する場所はソロモンの神殿であると知っていました。ヨナは私はもう一度聖なる宮を仰ぎ見ます。神様は私を蘇らせてくださいますと言います。次の一節は生きている人間のことのように聞こえるでしょうか。ヨナ書2章5節、水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。水は私の喉を締め付け、魂にまで達しました。ヨナは私はずぶ濡れです。深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。と言っています。
この怪獣は海藻を食べていました。私が太平洋岸で引っ張り上げる海藻の中には7メートル半以上もあるものもあります。ヨナは私はこの下の方にいましたが、海藻が私の頭に絡みついていますと言います。ヨナが魚の腹の中で過ごしたとても快適な週末を説明していると思いますか？私はそうは思いません。私は彼が自分はとても深いところに行き死んだのだと私たちに教えようとしていると思います。ヨナ書2章6節。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神、主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありましたと書かれています。詩がこのように説明されています。ヨナがここで死の貫抜きのことを語っているのです。ヨナは確かに腐敗したのです。明らかに彼の体は3日3晩の間に腐り始めました。ここに書かれているのは私の判断ではヨナが死んだという確かな記述です。ここでの奇跡は蘇りであり、蘇りは人間が魚の中で3日間生きていることよりもずっと偉大な奇跡です。ヨナ書2章7節。私の魂が私の上に衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。このことの通常の説明は、ヨナが魚に飲み込まれたとき、彼が恐れたということだというものだと思います。私の魂が私たちの上に衰え果てたときと書かれていますが、ヨナが意識を失うまでに少なくとも5分間はあったはずだと思います。気を失う前に彼は私は主を思い出しましたと言いました。その時に彼は祈ったのです。これは彼が魚の腹の中で気絶したという意味です。彼が意識を失う前に、そして死ぬ前にヨナはすでに祈りをしたのです。ヨナ書2章8節。虚しい偶像に心を留める者は自分への恵みを捨てます。これは聖書の中の偉大な教理の一つです。虚しさです。ヨナはここで虚しいもの、くだらないもの、ただの夢であって実現しないものに心を留める人たちのことを語っています。ヨナはそれを虚しい偶像と呼んでいます。私は神様と本気で取り組んでいます。私は神様に神様の憐れみに訴えました。そして神様が私に憐れみ深くあられることに気づいたのです。ヨナ書2章9節。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。魚が彼を乾いた陸地に吐き出した時のヨナの心と人生の中の感謝はあなたも私も想像することさえできないだろうと思います。彼はその時相当汚かったでしょうが、自分を解放してくださったこと、死から蘇らされてくださったことのために神様に感謝の声を上げました。私は今、彼が主に、私はニネベに行きますということを信じます。それが彼の誓いです。救いは主のものですと書かれています。私の判断ではこの言葉がヨナ書の中で最も重要なものだと思います。もしあなたが救われているのなら、あなたが救われたのは救いが主のものであるからなのです。あなたも私もキリストの恵みと知識において成長するべきです。私は救われています。私は去年よりも良いクリスチャンであるべきです。救いは主のものですとは素晴らしい言葉であり、旧約聖書のヨナ書の中に書かれている言葉です。このヨナがどこでそのことを学んだかご存知ですか？彼は魚に飲み込まれ、その後魚から吐き出されて、そうしてその言葉を言うことができるようになったのです。ヨナ書2章10節。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。私はこのような陳腐なことを言わずにはいられません。良い人間をがっかりさせておく。がっかりさせておくという意味と、お腹の中に溜めておく。つまり吐いたり下したりしないという両方の意味があります。ことはできないということを示すのは役に立つというものです。次のように表現した人もいます。ヨナのようなバックスライドした預言者は魚でさえも我慢できなかった。我慢できないという意味と理解できない、あるいは消化できないという意味もあります。でもヨナは今変わりました。彼は神様にいくつかの誓いをしましたが、その一つは自分がニネベに行くということです。彼の行き先は今ニネベです。